眠たくてためになるトイボールファクトリーです。今回はフルメカニクス100分の1ガンダムエアリアルをテッカテカに塗装していきます。機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2は悲惨な話が多くて心が折られそうになっていましたが、スレッタは自立と伴侶を手に入れ、家族の暴走も食い止めることができ、ハッピーエンドと言ってもいいのではないでしょうか。しかし個人的にはエアリアルの扱いに不満が残りました。今回はオリジナル塗装でその思いを消化していきますよ。それでは作っていきましょう。ということでフルメカニクスガンダムエアリアルを作っていきますよ。フルメカニクスガンダムエアリアルはシーズン1の放送直前のイベントで発表されていたキットで、 HG エアリアルが発売された直後のことでした。 HG のエアリアルを作ってる今、出来がいいキットは発表するなよと思いましたが、どうしても作りたくなって量販店の店頭で購入しました。そういえば最近はガンプラの入手性が上がりましたね。値引きも見かけるようになって自由にガンプラを作れるようになってきました。よかったよかった。バンダイさんありがとう。ゴジラスチオーガや PG ミレニアムファルコンを作っている間に水星の魔女の放送が終了して完全にブームに乗り遅れてしまいましたが、放送が終了した今だからこそエアリアルを作っておきたいと思いました。悲惨な話が多かった水星の魔女ですが、一番悲惨な目に遭っているのはエアリアルであるエリクトなんですよね。ガンダムそのものに人間の魂が宿っているというのはテレビアニメのガンダムシリーズでは初でしょうか。このエリクトにも平穏無事な生活があったらよかったのになという思いがあって、今回はオリジナル塗装でイフの世界を表現できたらなと思っています。そんなおじさんの熱い思いをぶちまけている間にエアリアルが組み上がってきました。頭を取り付けて、これですぐに完成。やっぱり美人さんですね。ズームアウト。全身を見ても手足が長くてモデル体型。オリジンガンダム先輩と比較すると全然違うな。 HG のエアリアルとも比較してみます。足の長さが全然違う気がします。全体的に縦長になっているような。それでも密度感が下がっていないのはさすがフルメカニクスです。 HG を作った時に違和感を感じていたブレードアンテナは今回は特に気になりません。 HG の時は印刷だったシェルユニットが立体的になっていて美しいですね。ポーズをつけてみます。もはや言うことが何もないくらいの自由度で、はーとかへーとか簡単詞しか出てこないですね。めっちゃかっこいいわ。それではバラして塗装前の処理を行っていきます。おじさんには刺激が強すぎて見てられないよ。今回のフルメカニクスエアリアルはほとんどのゲートがアンダーゲートになっていて、表面処理はそんなに必要ないかなとも思いますが、パーツの合わせ目などに影響が出るので少しだけ処理していきます。もう1パーツの処理が終わった。アンダーゲートはテカテカ塗装の味方ですね。こちらをフェイスマスク。ちょっとだけ筋彫りを彫り直してメリハリが出るようにしておきます。やんなくてもいいかなとも思いますが、やらないと本当にすることなくなっちゃう。こちらは二の腕のフレームパーツ。前側にパーティングラインを含んだディティールがあったんですが、好みではなかったので削り取りました。そのままでは寂しいのでマグネットセッターを貼ってみます。糊がついていたのでとりあえず仮に貼り付けてみます。結構良さそう。瞬間接着剤で貼り付けてしまいましょう。
ピンセットでマグネットセッターをペタリ。位置を微調整して瞬間接着剤、効果促進剤で固めてしまいます。余分な効果促進剤を拭き取って終了。ここからちょっとした改造を左手に施していきますよ。取り出したのはネイルアート用のメタルパーツ。Amazon で800円くらいで購入しました。一つを取り出してラジオペンチで曲げていきます。ずいぶん年季の入ったペンチに育ってるな。こんな感じに U 字型に曲げました。ちょっと調整してはい、皆さんもうお分かりですね。結婚指輪を用意してみました。スレッタとミオリネが指輪をしていたのをエリクトは羨ましく見てたんじゃないかなと想像して、モビルスーツの姿のままでも幸せになってもいいんではないかと指輪をつけてみることにしました。モビルスーツが結婚なんてとか思った人、地球の人はお堅いのねと言われてしまいますよ。自由な発想で作れるのもガンプラのいいところです。さあ、楽しい塗装の時間です。今回もサプレス塗装、ビームライフルやスリッパ部分に EX ブラックを塗装していきます。楽しいと言いましたが、ごめんなさい、嘘をつきました。全然楽しくないです。エアリアルを塗装していた時期は8月。塗装部屋はエアコンがなく、室温35度の灼熱地獄。塗装していて命の危機を感じるとは思いませんでした。休み休み塗装していたので、とにかく時間がかかって大変でした。ということで、スターブライトシルバーを乗せた上にパールシルバーを塗装してキメが細かく明るいシルバーに仕上げました。そして次はカメラセンサーを塗装していきます。下地を EX ブラックに塗装してスターブライトシルバーを塗装。そしてお次は GX メタルイエローグリーン。あれ省力キャンディーをするつもりみたいですが、それならスターブライトシルバーの塗装はいらなかったのでは。ほら、クリアグリーンを塗装してる。暑さでおかしくなっていたんでしょうか。皆さんは気をつけてくださいね。 EX クリアを仕上げに塗装。テッカテカにしてカメラセンサーの塗装完了。続いてはフレームなどのパーツを塗装していきますよ。まずはディープローズレッドで赤色の下地を作っていきます。続いてスターブライトゴールドで金ピカに塗装。神々しい。続いてはスラスターベーンなどをパールカッパーで塗装していきます。下地は同様にディープローズレッド。カッパーを選択することでメカ感を強調しました。続いては EX ブラック。下地が黄色のパーツが先ほどまでの手法だと色が明るくなりすぎたようで、一旦色をリセットするために EX ブラックを塗装して、そこにパールカッパーを塗装し直しました。お次は目の周りの熊取り部分。ここを金色に塗っちゃうと悪目立ちしそうだったので EX ブラックを下地に塗装。その上にスターブライトアイアンを塗装して落ち着いた雰囲気になるようにしてみました。次はお手手を塗装していきます。ここはシルクの手袋のようなイメージで明るい色にしようとニュートラルグレーワンを下地に塗装。そしてパールシルバーでシルクをイメージしてみました。どうですか？シルク感が出てますかね。そして再びニュートラルグレー1。ニュートラルグレー1は隠蔽力が高く、彩度の高いパーツでも少ない手数でグレーにしてくれます。サーフェイサーを使ってもいいんですが、なし地になりやすいのでこちらを選択しました。さすがに一度では隠蔽しきれなかったのでもう一度塗装。これで十分かな。続いてはパールゴールド。ガンダム系は原色に近い色が使われている場合が多く、塗装の発色に影響しやすいのでニュートラルグレー1で色味を整えてから塗装するのも一案かと思います。続いては EX クリア。今回は珍しくパールカラーにクリアコートしました。他の装甲と光沢を揃えます。白装甲その1。こちらはニュートラルグレー1を塗装。塗装したのかしてないのかさっぱりわからない。続いてパールシルバーを塗装。
パール系の塗料は塗装しすぎると黄ばんでしまうので、うっすらと塗装しています。とてもシルキーな感じ。こちらも EX クリアでテカテカ光沢に。今回は装甲部分は全部光沢にしています。再びのニュートラルグレー1。青いランドセルパーツも白く塗りつぶしてしまいますよ。一度に塗りつぶそうとするとエッジ部分に色が残ってしまうので、乾燥を挟んで何度か塗装しています。そしてアルティメットホワイト、初登場の塗料ですね。アルティメットホワイトは隠蔽力がとても高い塗料です。こちらも何度か塗り重ねて白く仕上げていきます。塗り重ねといえば塗装ブースのナイアガラを使っていますが、今回は塗装を何度も重ねた割にホコリの混入が少なかった気がします。水流のせいなのか、暑くてほとんど裸同然で塗装してたせいか分かりませんが、とりあえずご報告。続いてはトパーズゴールド。白装甲に若干の金色っぽさを足すためにうっすらトパーズゴールドを吹きかけています。ほとんどわからないぐらいですが、若干効果あるかな。仕上げに EX クリアを吹きかけて、これで本体の塗装終了。いやー大変だった。さあシェルユニットを塗装していきますよ。 EX ブラックで下地を塗装します。このパーツはメッキの上からクリアレッドが塗装されていると思われますが、その上に EX ブラックを塗っちゃっても問題ないと思います。この後大問題がやってくるんですけどね。その上からスターブライトシルバーを塗装します。アンテナはメッキ塗装されているわけではないですが、キャリバーに倣ってアンテナにも例の塗装を施そうと思っています。まずはプライマリーメタリックレッド。配給パーツの新しい DP ボトルを今回初めて使ったんですが、めっちゃいいですねこれ。片手で塗料を扱えちゃうのでエアブラシ塗装にもってこいです。一滴ずつ塗料を出せるのも最高。塗料が全然飛び散らない。手間が減って塗装がますます楽になりますね。それではプライマリーメタリックレッドを塗装していきますよ。プライマリーメタリックレッドはほぼ原色のメタリック塗料なので発色がいいかなと思って使ってみました。もう勘の言い方は気づいちゃってるかな。キャリバーンが到達していたパーメットスコア10のグラデーション塗装をやってみます。プライマリーメタリックイエローと GX メタルブルーを塗装してグラデーション塗装。プライマリーメタリックブルーは手に入らなかったのでこちらで代用しました。 EX クリアでコーティングしてアクリジョンの艶消し黒で塗りつぶしちゃいます。この後出っ張ったところをマジックリンで拭き取れば完成。さあ悲しい音楽、みんな大好き失敗のお時間です。なぜかマジックリンで艶消し黒を拭き取ることができませんでした。なんで？仕方ないのでペイントリムーバーで塗料を全部剥がしていきます。艶消しの塗料は水性アクリル塗料のものしか持っていないので、間違えてラッカー塗料の艶消し黒を塗装したというのは考えられず、メッキやその上に塗装されていたクリアレッドと水性アクリル塗料に何らかの結合があったのかななどとも思ったんですが、この辺の知識はないので妄想の域を出ません。時間もないのにこの失敗は痛い。何が塗られているかわからない上に塗装するのはあんまり良くないんですね。古来から言われているメッキを施されているパーツのメッキをまず剥がしてから塗装するというのはこういうことがあるからなのかもしれませんね。ペイントリムーバーを取り替えたり放置したりすること数回、やっと塗料が剥がれました。しかしメッキまでは剥がしきれなかったので塩素系漂白剤を使ってメッキを剥がしていきます。漂白剤を使う前にパーツは徹底的に洗浄してますよ。マスクや保護メガネも忘れずにしましょうね。再びの EX ブラックということで塗装を剥がし終えた元メッキパーツ、赤いパーツだったんですね。先ほどと同様に下地を作っていきます。アンテナも塗り直しちゃいます。ちょっともったいない気もしますが、さっきとはちょっと塗装を変えようとしています。もはやデジャビュですね。スターブライトシルバーを塗装。さっきよりいい感じにギラついてる気がする。今度はクリアカラーを使ってみます。まさかのキャンディーグラデーション。メタリック系で塗装した時若干グラデーションが甘いかなという気がしたので、
クリアカラーで塗装することにしてみました。メタリック塗料は塗り重ねても大丈夫なんですが、クリアカラーは塗り重ねすぎると色が暗くなってしまうので塗装難易度は上がっちゃいますが、色が重なった部分のグラデーションが先ほどより自然に見えます。緑や紫色が見えるでしょうか。さっきよりいい感じな気がします。EX クリアでコーティングしてシェルユニットの塗装完了。いやー大変だった。今度は筆塗りで黒を塗っていきますよ。仕立てるカラーのアバッドンブラックを塗っていきます。これなら間違いなく水性アクリル塗料なのでマジックリンで拭き取れるはず。フィニッシュマスターにマジックリンを含ませてアバッドンブラックを拭き取っていきます。海外の方からよくマジックリンの代わりになるものはないのかと質問をいただきます。マジックリンに含まれるアルカリ溶剤が水性アクリル塗料を溶かすことができるそうなので、アルカリ溶剤が含まれる洗剤かアルカリ溶剤そのもので拭き取れると思います。ただアルカリ溶剤は人間をも溶かす強力な溶剤なので、取り扱いには十分注意が必要ですよ。気をつけてくださいね。とりあえず出来上がったところを仮組み。アンテナの真ん中と顎が金色なの、なんか違うな。はい、ということで塗り直し。アドリブで塗装しているのでこういうことになるんですな。デザインが作らないのでこういうこともあります。下地がすでに金色なのでクリアレッドが映えますね。クリアレッドを2回塗り重ねてから EX クリアでテカテカを追加。めっちゃ綺麗にできた。さあもうすぐ完成ですね。コンパウンドでパーツを磨いていきますよ。コンパウンドで磨くのは HG のエアリアルぶり。もう10ヶ月も経ってんの。ショーアップのスーパーカットコンパウンドをポリッシュで磨いていきます。なんか出てきた。長期間放置していたせいでキャップについていたコンパウンドが固まってしまっていたようです。気を取り直してコンパウンドで磨いていきます。あれ、コンパウンドが出てこない。容器の注ぎ口が詰まっているようですね。詰まりを回収して。これでいけるはず。やっとコンパウンドが出てきました。これでやっと磨けますね。パーツ全体にコンパウンドをまぶして優しく磨いていきます。コンパウンドが見えなくなるまで磨いて、ポリッシュの綺麗なところで拭き取って終了。テカテカになってますね。最高じゃん。パーツを水洗いしてスーパーカットコンパウンドをフィニッシュでさらに磨いていきます。こちらは詰まってなかったですね。よかったよかった。ポリッシュで拭き上げてこれで完了。比較してみるとピッカピカ。左側が磨いたものです。メタリック塗装もいいですが、やっぱりテッカテカ塗装は気持ちいいですね。デカールを貼っていきますよ。あれ、このデカールを久しぶりですね。デカールのクリア部分を剥がせる特別なデカール、 MYK デザインの明日のデカールを貼っていきます。日本でしか売ってないんですかね。デカールのクリア部分のフィルムを剥がせるので、デカールの段差がほとんどなくなり、研ぎ出しなど面倒な工程をやらなくてもいいので便利なんですよね。といったところで、前回のミレニアム・ファルコンの動画へのコメントを返していきましょうかね。たくさんのコメントありがとうございました。汚れテカテカを気に入ってくださった方が思っていた以上にいて嬉しいです。人それぞれにアプローチがあるはずなので、これからも自分なりの妄想を膨らませて作っていきたいです。人それぞれといえば、僕の動画は字幕を自分で作っているんですが、パーツ紛失の件で高速で股を閉じろという字幕を読んでくれていた方が何人かいてびっくりしました。ありがとうございます。細かい遊びを見つけてくれてとても嬉しいです。それでは個別にコメントを返していきましょう。対策お疲れ様でした。自分もテカテカに憧れて RG シナンジュとダリルバルデを缶スプレーで少量キャンディー塗装にチャレンジしてみました。まだ全然及ばないですが楽しかったし満足いくものができましたというコメントありがとうございます。いやすごい。缶スプレーでキャンディー塗装は難しかったのではないでしょうか。
塗装楽しいですよね。大変なことや失敗することもありますが、完成したら感動しちゃいますよね。完成すると大変だった思い出も楽しかった思い出に変わってしまうので、時々勘違いしてゴジラスとかミレニアム・ファルコンとかめっちゃ大変なキットを作っちゃうんですよね。おじさんの記憶力はこういう時便利ですね。僕も負けないよういろいろチャレンジしていきたいです。続きまして、まあまあ昔にこんな狂気キットが発売されていたことに驚きを禁じ得ないというコメント。6年前なんて昨日みたいなもんでしょうが、ついこの間だよ。そんなこと言うと全おじさんが泣いちゃうので勘弁してください。続きまして、動画制作への質問がいくつかあったのでまとめてお返事。いつも1本の動画を作るにはどれくらいの時間がかかりますかというご質問と、ターンテーブルと液晶モニターの映像がリンクしているのに驚きました。あんなマニアックな素材があるのでしょうか、それともオリジナルというご質問。撮影やプラモデル制作を除いて編集とナレーションなどに絞って言うと通常50時間前後ぐらいでしょうか。ミレニアム・ファルコンみたいな対策の時はもっとかかってますね。編集をやめればプラモをもっと作れるのではと時々我に返りそうになりますが無視しています。そしてターンテーブル映像はオリジナルで作ってみました。あんな素材は売ってないですよね。探すよりは作った方が早いので作ってしまいました。おじさん器用だな。続きまして、パーツ飛んでたと思って慌てて探しても見つからなくて、取り寄せかと悲しくなって気持ちを切り替えるべくシャワーを浴びていたら、シャンプーした時にパーマしたての頭からポロッとパーツが落ちて、あったと大興奮のままパーツが排水溝に流れていった悲しい思い出。それから二度とパーマなんか当てるかいと心に誓ったというコメント。悲しすぎる。なんでパーツすぐなくなるん？いつも思ってるんですが、ガンダムの角の真ん中のパーツとか、小さくても重要なパーツは予備をつけてほしいなと思っています。パーツがなくなった時のモチベーションの下がり方は半端ないですもんね。あとはエアブラシの空気圧の質問が多かったですね。定番の質問ですが改めて答えておきましょう。その答えは臨機応変ということになります。条件が多岐にわたりすぎて具体的には答えようがないんですよね。小さいパーツは低圧、大きいパーツは高圧、メタリック塗料は低圧、光沢塗料は高圧という目安はありますが、シチュエーションによります。塗装する直前にプラバンやプラスプーンなどで吹き付けやすい空気圧に調整しながらテストすると失敗が少なくなりますよ。僕も色を変えるごとに必ず空気圧を調整してテスト塗装をしています。塗装はやってみないとわからないことがものすごく多いんですが、やってみるとなんだこんなことかとすぐ分かっちゃうことも多いので、テストしてみるのをおすすめします。失敗も少なくなりますしね。とか言いながら今回塗装の失敗が多かった気がしますが、まあそういうこともあります。失敗した時は例の音楽を脳内で流せば喜劇になるので、ポジティブに楽しんでいきましょう。で、何の話だっけ？空気圧か。空気圧は好きにしたらいいと思います。こんなところかな。ということで、ミレニアム・ファルコンの動画へのコメントありがとうございました。テカテカ塗装にはまったとか、塗装が気に入ったなどなど、とても嬉しいコメントが多くて励みになります。褒めたら伸びる子、トイボールファクトリーでした。あれ？動画まだ終わってなかった。デカールのフィルム剥がしももう終わり、最終組み立てに入っていきますよ。アンテナの真ん中のやつ、赤く塗り直したの正解じゃない？すべてのパーツが整ったので、並べて組み立てていきます。
頭を取り付けて、これで完成。結婚をイメージしてめでたい配色にしてみたんですが、なんかめっちゃ強そうになったな。ワンダーウーマンっぽさもありますね。力でねじ伏せて結婚を認めさせるような迫力があるようにも見えます。パーメットスコア10だからほとんど神様みたいなものなので誰も逆らえないですね。このプラモを作ったことでエリクトの幸せを願ったプロスペラの気持ちがなんとなく分かった気もします。ということで今回はフルメカニクス100分の1ガンダムエアリアルの結婚をイメージしたテッカテカ塗装をやってみました。アニメ本編では遂げられなかった僕の個人的な思いを妄想を膨らませて形にしてみるという挑戦でしたが、オリジナル塗装で完成したエアリアルを見た時、ああ本編の後にきっと幸せになるんだろうなという思いも湧いてきました。これで僕にとっての機動戦士ガンダム水星の魔女のエンディングを迎えられたのかなと思います。ということでフルメカニクス100分の1ガンダムエアリアルの結婚をイメージした白と金のテカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。怒らせたら量子レベルに分解されそうだな。